皆さんこんにちは、パパッカイです。今回はこちらエクシードモデルゼータヘッド、こちらを組み立てていきたいと思います。早速外のビニールを開けてみます。複雑な形状のゼータガンダムの頭部が巧みにカプセル化されています。開けてみるとこんな感じに入っています。説明書はこんな感じ。組み立ては簡単そうです。パーツはこのように入っています。頭部はこんな感じにすでに彩色されています。部品を並べるとこんな感じ、かなり少ないですね。組み立てもとっても簡単、あっという間にゼータガンダムの完成です。塗り分けもされているのでかなりかっこよく仕上がっています。このまま置いといてもいいような感じがします。裏面もこんな感じ。ゼータガンダムの特徴のシャープさが捉えられているような感じです。それでは他の種類も組み立てていきます。まずはゼータガンダム3号機、ゼータガンダム、そしてゼータプラスの3種類がラインナップです。せっかくなので今回もウェザリングに挑戦します。使うのはウェザリングマスターのマルチブラック。今回はトップコートの代わりに表面をメラニンスポンジでこすっていきます。こうすることでトップコートの代用ができてウェザリングマスターのノリも良くなります。すべての部品にメラニンがけをしていきます。スポンジの細かいカスを取り除きます。下地処理が終わったらいよいよ塗っていきます。濃さはこれぐらいで1対1で薄めています。それでは早速塗っていきます。今回は墨入れ工程もウェザリングマスターで代用しています。パネルラインにもしっかり塗っていきます。塗り残しはなさそうです。他の部品もどんどん塗っていきます。一晩ほど乾燥させました。乾くと結構ムラが出ますね。このムラもいい感じの味を出すので特に気にしてません。こすっても指につかない程度まで乾燥させました。続いてメラニンスポンジで拭き取っていきます。適量をちぎってクリップなどでつまみます。面の中心を拭き取っていきます。色の濃い部品は分かりづらいですが、面の中央を意識して拭き取っていきます。 Z の文字がかっこいいです。それでは顔全体もグラデーションを施します。途中カメラの電池が切れてしまったので顔半分の工程を紹介します。ケーブルをつないでたのですが根元を挿していないという始末。充電あるあるですね。あっという間にグラデーションが終わりました。最後に全体を整えます。パネルラインにもしっかり塗料が残りました。続いてドライブラシを行います。使用するのはガンダムマーカーシルバー。使用前はしっかり振っておきます。筆に適量をつけます。塗料皿に出した方がいいのですが、今回は部品も少ないのでダイレクトマーカーします。ティッシュなどで余分な塗料を拭き取ったらエッジ部分を中心にブラッシングします。こんな感じにエッジが際立ちます。他の部品もどんどんドライブラシしていきます。みるみる表面の質感がアップしていきます。顔の横のダクトの部分もドライブラシしていきます。アンテナの赤い部分もドライブラシをすることで立体感が増しました。最後に全ての部品を組み立てます。部品点数も少ないのであっという間に組み上がりました。なかなかかっこよく仕上がったんではないでしょうか。
ダクトのところのドライブラシもかなり効いてると思います。それでは素組みの状態と比べてみます。いや、全然違いますね。この改造はおすすめかもしれないです。それでは完成品をご覧ください。他の種類は紹介しきれていないので、今回は素組みだけ回していきます。まずはゼータガンダム3号機、そしてゼータプラスユニコーンバージョン、グレーとブルーのカラーリングが個人的にはタイプです。そしてゼータガンダム、特徴的なシャープなデザインも素組みの状態で十分再現されています。続いてウェザリングを施したゼータガンダムです。陰影がはっきりしてかなりかっこよくなったと思います。最後に素組み前後を比べてみます。今回はウェザリングとドライブラシだけで仕上げました。トップコートと墨入れをしない時短フィニッシュですが、仕上がりとしては同等の結果になりました。トップコートができなくてもメラニンスポンジで工程を代用することで工作の幅が広がると思います。墨入れも今回はウェザリングマスターで代用してみました。練習と実験も兼ねて今回作成してみましたが成功したと思います。他の HG やマスターグレードでも時短ウェザリングをやっていきたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。